年明け早々に標高1300メートルの高原に建てたログハウスへ向けて車を走らせています。現地の情報としては、雪は例年に比べて少なめとのことですが、気温は日中でも氷点下を下回るような極寒の地であることに変わりはないようです。そんなところへわざわざ行かなくていいのにというのが本当のところですが、一度お正月をそこで楽しみたい。ただそれだけです。トンネルを抜けると、そこはもう雪国でした。確かに積雪はそれほど多くはありませんし、除雪もしっかりされているので、快適に車を走らせることができました。外気温はマイナス2度。森の中ではあまり風がないのが救いです。ここは管理地なので、事前に連絡しておくと駐車スペースを除雪してくれるので助かります。到着してすぐにやることは雪かきです。まずは通るところの雪を除雪しないと身動きが取れません。積雪は約40センチから50センチくらいです。パウダースノーなのでスコップの除雪でもそれほど重くは感じません。ウサギでしょうか。あちらこちらに動物の足跡がついています。屋根の上は雪下ろしをしなければならないほど積もってはいません。次にやらなければならないのが水出しです。家を開ける場合は水抜きをして閉栓しているので開栓しなければなりません。雪にうずもれているのでこの作業はかなり大変です。見つけました。元栓の蓋が完全に凍りついてます。給湯器の石油タンクはほぼ満タンです。立水栓はガチガチに凍っていますが、まず使うことはないと思います。やってしまいました。洗浄便座の水抜きをしなかったため、凍結による水漏れを起こしました。それから洗浄ノズルガンもパックリとひびが入って使い物になりません。前回は水抜きしなくても大丈夫だったんですが甘かったですね。水が出るまで1時間以上かかりました。真冬に来ると毎回こんなことになります。アタの枝です。観葉植物は枯れてしまいますので、その代用として飾りました。今は石油ファンヒーターとストーブで暖を取っていますが、一旦温まると寒くはないですね。床や壁など木材が杉なので、触った感じに温かみがあります。天気が良くて散歩に出かけました。足元に気をつけながら歩きます。空気は冷たく冷凍庫に入ってる感じです。いつもは雪があまり降らないところで暮らしているので、雪景色は新鮮でいいですね。この道からは乗鞍岳が望めます。こ
この辺りのスキー場では、良質のパウダースノーを楽しむことができますが、インバウンドで湧いている人気のところに比べると、穴場というか、人は少ないです。ただ、何かのきっかけで、海外の人に知られるようになったら、状況は一変する可能性を秘めている、そんな場所かもしれません。屋根から大量の落雪がありました。かなり大きな音を立てて滑り落ちたので少しびっくりです。暖房で温められたことで屋根に張り付いた氷と雪を溶かすので勝手に雪が落ちてくれます。ただ気をつけないといけないのは屋根の下を通るとき。もしも直撃されたら怪我どころか命の危険があります。雪が滑り落ちるスピードは速く、音に気がついてからでは遅いので、軒から3メートルは離れたところを通るようにしています。水抜きをして帰ります。見ての通り、落雪によって元線が完全に埋まってしまいました。この辺りも想定外です。元線の位置や給湯器の位置など落雪の影響を考慮しないとダメでした。厚い氷の塊が落ちて当たったのか、コックのレバーが曲がっていました。作業中に落雪があると怖いので、壁にへばりついて作業をしています。ようやく元栓が出てきました。中の水抜き栓を回して配管の中の水を抜きます。この時、家の蛇口はすべて開栓しておきます。給湯器はタンク内の湯を出して取説通りに水抜きを行いました。家の中に入って水栓の水抜きと排水口に不凍液を入れます。浴室のシャワーホースを外して中の水をすべて出し切ります。トイレのタンク内は少し水が残るので不凍液を入れます。洗面、浴室、シンクなどトラップのある排水口にも不凍液を入れました。混合水栓は寒冷調でないため水抜きができずにいつも凍結させてしまいます。今回は水を追い出すためにエアブローを使いました。これで次回来た時にすぐに水が出たらいいんですが、とにかくいろいろ試してみようと思います。白骨温泉で一泊してから帰ることにしました。2025年はどんな年になるのでしょうか。世界はどこに向かっていくのでしょうか。不安と期待、いろいろと入り混じった今の状況は良い方向に向かうのでしょうか。年を重ねるごとに見えてくるものもありますが、世の中の新しいものがどんどん加わって追いつくことができません。なので、いくつになってもチャレンジすることが大事です。私がこの動画でお伝えできることは、年齢とか、できるか、できないかではなくて、まずは始めること。もし、それが伝わっているのであれば、本当に嬉しく思います。ご視聴ありがとうございました。
本年もよろしくお願いします。